おはようございます。ケンです。今週のテスラは未来を大きく動かすような話題が次々に飛び出しました。まず、ついに FSD が海外で正式にリリースされ、テスラの自動運転戦略がいよいよグローバルに展開され始めました。そして、イーロン・マスクさんが語る AI によって企業そのものを動かすという衝撃的な構想。そして中国市場にはグロックではなく、現地の AI を導入するという非常に柔軟な戦略。さらに、欧州市場では販売が落ち込む中、高性能のモデル Y を投入することで価格競争ではなく、ブランド価値と利益率を守るという逆転の一手も打ち出されました。今回はこうしたテスラの最新動向の中から特に未来への影響が大きい3つのトピックに絞ってお届けをしていきたいと思います。オーナーとしても投資家としても見逃せない内容ばかりですので、先週1週間見逃されたと言われる方も今日の動画を見てもらえば先週1週間の流れがわかると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まず最初の話題は、ついに FSD が海外で正式に導入されたというニュースになります。今回導入されたのはフルセルフドライビング、いわゆる FSD のスーパーバイズドバージョンです。これは完全な自動運転ではなく、ドライバーの監視が必要な運転支援システムですが、ついにアメリカ以外の国で正式展開が始まったという点が重要です。対象となるのは、まずはオーストラリアとニュージーランドです。対応車種はハードウェア4を搭載したモデル3とモデル Y からスタートしていきます。そして注目なのが、新車購入者には FSD の30日間無料トライアルが提供されるという点です。購入した直後から最新の運転支援を体験できるっていうのは非常に大きなインセンティブになります。価格はオーストラリアで一括$1105。月額プランについてはまだ発表されていませんが、将来的にはサブスクリプションモデルが用意される可能性も高いと言われています。ここでポイントになってくるのが、FSD がグローバル展開に入ったという事実です。テスラはこれまでアメリカ国内で先行提供してきましたが、今回の展開により FSD が地域限定のテストフェーズから世界規模のプロダクトへと進化し始めたと言えるのではないでしょうか。オーナーとしてはアップデートによって車がどんどん進化していくというワクワク感がより現実味を帯びてきましたし、投資家の視点から見てみると、これがサブスク型のソフトウェア収益としてスケールしていくことで、テスラの財務構造そのものがさらに強固なものになる可能性があります。つまり FSD のグローバル展開っていうのは、ただの機能の拡張ではなく、テスラが車の会社から継続収益を持つテック企業へと進化するっていうことを示す象徴的な一歩になってきます。では次の話題に行きます。次の話題はイーロン・マスクさんが進めている AI 企業としての進化についてです。これを象徴するのが今週報じられた2つの動きです。1つ目は中国市場での AI 戦略の大きな転換です。テスラは中国で販売される車両にアメリカで開発された自社の AI、グロックではなく中国製の AI を搭載するという方針を打ち出しました。採用されたのはディープシークとドウバオという2つの現地 AI です。ディープシークは会話型 AI として情報提供や雑談を行い、ドウバオはナビ設定や音楽操作、空調調整といった実用的な音声制御を担います。つまり、グロックの代替として現地に最適化された2つの AI を組み合わせて使うという非常に柔軟な戦略です。この対応は厳しいデータ規制を持つ中国市場において外資系企業が生き残るための現実的な選択でもあります。AI はバイトダンスのクラウド基盤ボルケーノエンジン上で稼働し、データのローカル化も確保されています。これはテスラがグローバル企業でありながら
ローカル思考を併せ持つことを示す象徴的な一手です。そして2つ目の動きがイーロン・マスクさんが提唱したマクロハード構想です。名前からしてマイクロソフトのパロディのようですが、中身は全くふざけてはいません。マクロハードの狙いはAI だけでソフトウェア企業を再現するというものです。設計から開発、テスト、改善まで全てを AI エージェントで自動化するという構想です。この中心にあるのが XAI の開発する Grok、そしてクロッサス2と呼ばれる超高性能な AI 基盤です。数百万台規模の GPU を使って AI 同士が連携しながら仮想空間で仕事をこなしていく、まるで AI だけの会社、これが動き出そうとしているわけです。実際にマクロハードは2025年8月に商標登録も申請されていて、すでに構想が動き始めています。オーナー視点では、グロックは今後さらに進化して社内のアシスタントとしても会社の中核 AI としても活用されていくかもしれないという未来が見えてきます。そして投資家の視点ではテスラと XAI が AI でソフトウェアも事業運営も自動化できる領域に入っていくことで競合と一線を画す技術企業へと変貌していく可能性を感じさせられる内容です。要するにこの1週間で示されたのはテスラっていうのが車の会社っていう枠組みをイーロン・マスクさん自身が完全に壊しに来ているということにつながってくると思います。では続いての話題に行きます。次の話題はテスラがヨーロッパ市場で正式に発表した新型モデル Y のパフォーマンスについてです。このモデルはこれまでのモデル Y と比べてデザインが少しスポーティーになっただけではありません。中身までしっかりとアップグレードされた走りに特化した1台となっています。加速性能は0から100キロまでわずか 3.5 秒。これは SUV とは思えないレベルの加速力です。しかも高速距離は WLTP 基準で約580キロ。走りと実用性の両方を高次元で実現しています。エクステリアには21インチのアラクニット 2.0 ホイール、カーボンファイバー製のリアスポイラーを搭載。見た目からもパフォーマンスモデルであることが一目で伝わる仕様です。注目すべきは今回からアダプティブサスペンションが採用されているという点です。これにより走行モードや路面状況に応じてサスペンションの硬さを自動調整できるようになりました。快適さとスポーツ性を両立できるのはまさに現代的な EV の強みと言えると思います。内装も抜かりなく進化しています。UHD 対応の16インチセンタースクリーン、脚部サポート付きのスポーツシート、そして16個のスピーカーの高音質サウンドシステム、運転する楽しさと快適性を兼ね備えた空間になっています。価格はおよそ62,000ユーロ、ロングレンジモデルより約9,000ユーロ高い設定ですが、性能と装備を考えると、むしろコストパフォーマンスが高いと感じる方も多いかもしれません。では、なぜこのタイミングでモデル Y のパフォーマンスが投入されたのか、ここには明確な背景があります。それはテスラがヨーロッパ市場で苦戦しているという事実です。2025年7月、EU 圏でのテスラの新車登録台数は前年同月比で 42.4% も減少しました。一方で中国メーカーの BYD は同じ月に 206% の成長を記録しています。テスラはこの状況に対して値下げ競争ではなくブランド価値と利益率を守る戦略を選びました。それがこのモデル Y のパフォーマンスの投入です。このモデルは単なる走りのいい EV ではなく、欧州市場での存在感を取り戻すための戦略兵器なんです。オーナー視点では、次に買い替えるならこれがいいと感じる魅力的な選択肢になりますし、投資家視点では、たとえ販売台数が減っても、利益率の高い製品で収益を確保するという構造の強さを示す動きとも言えます。つまりテスラは短期的な数字ではなく、中長期のブランド価値と収益構造を守る道を選んだということにもなります。では、ここまでの3つの話題をもとに、今週のテスラの動きをどう捉えるべきなのか、オーナーとして、そして投資家としての視点を整理しながら、最後にまとめていきたいと思います。はい。ということで、今回は3つの大きなトピックを通じて、今週のテスラの動きを振り返ってきました。1つ目は、
テスラのロボタクシー事業が本格的に広がり始めているというニュース。オースティンでのサービスの拡大はその象徴的な動きでした。二つ目は、イーロン・マスクさんが語ったマクロハード構想、企業運営のすべてを AI に任せるという未来のビジョンは現実離れしているようでいて、実は着実に進んでいる話でもあります。そして三つ目は、ヨーロッパ市場での巻き返しを狙った新型モデル Y のパフォーマンスの登場、高性能かつ高収益なモデルでブランド価値の維持と利益確保の両立を担うテスラの戦略が見えてきました。これらの動きを通じて見えてくるのは、テスラが単なる EV メーカーではなく、ソフトウェア、AI、グローバル戦略を統合した未来志向の企業へと進化しているということです。オーナー視点で見れば、テスラ社が単なる移動手段を超えて未来のインフラの一部になっていく過程が見えてきます。自分の車がロボタクシーネットワークに参加したり、ソフトウェアアップデートで進化し続けたりする世界です。投資家視点では短期的な販売台数の増減よりも収益性の高い製品戦略や AI 企業としての構造転換に注目すべきタイミングかもしれません。そして何よりイーロン・マスクさんの発言がただの夢物語では終わらないっていうことはこれまでの実績が証明しています。ロボタクシー、AI 起業家、高収益モデル戦略、これらはすべて未来に向けた布石であり、今がその転換点にあるのかもしれません。はい。ということで、今回はテスラの1週間を通じて、未来が今少しずつ現実になり始めている様子をお届けしました。今後もテスラの動きを追いながら、オーナーとしても投資家としても賢く判断できる材料を発信していきたいなと思っております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。今日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 340.01 ドルで、今週末が 333.87 ドルということで、正解は下がるが正解となっております。まさかの1週間となっておりましたけれども、アンケートの結果を見ていきたいと思います。今回は666票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて 77% ですけれども、残念ながら正解は下がるですので 12% の方が正解となっております。では次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、4名の方が正解となっております。そして先週正解された方が全て外れてしまいました。ここ最近なかなか難しいですよね。そしてこのアンケートなんですけれども、4週連続正解された方には、今、社内で使えるカークリーナーをプレゼントしております。タイプ C ケーブルで使えるクリーナーです。ぜひチャレンジされてみてください。そしてこちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさ、これを実感してもらうということです。株式投資は株価予想など色々とあると思いますが、実際に毎週やることで、その難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし、毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと、毎週考えることで、自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube では、テスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そして他の方のコメントもぜひご覧になってみてください。そうすることで、そういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚でも大丈夫ですので参加されてください。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。締め切りは明日までです。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。